こんにちは、なおです。今回は機動戦士ガンダム先行のハサウェイに登場するメッサーをネイキッド指揮官仕様で完成させていきたいと思います。基本的には F01 型と一緒なので再現するのは比較的簡単なんですが、今回は設定画に寄せたプロポーションの変更も行っていきたいと思います。HGUC メッサ F01 型なんですが、細かいところが設定画と異なっています。まず何を変更するのか見ていきましょう。このメッサ F01 型なんですが、一番気になるところは脚部ですね。設定画ではシナンジュに似た形状になっているんですが、キットでは凹凸が少なくちょっともっさりした感じです。ここは削ったりパーテーを持ったりして形状を変更していきます。さらにこのキットちょっと胴が短く感じますね。2次元では違和感がなくてもそのまま立体化してしまうとバランスが変だなっていうこともたまにあります。なので胴の延長も行いたいと思います。さらに腕の部分なんですが、設定画ではフレームが書かれています。ただキットにはそれがありません。ここも再現していきたいと思います。そしてこの足のかかとの部分の形状もかなり違いますね。ここも変更していきたいと思います。他気になるところというと、やはり握り拳ですね。今回は寿屋のハンドパーツを使用したいと思います。はい、ということで早速作業を開始していきたいと思います。まずは足の回収から行っていきます。設定画を見ながら作業を進めます。大きく削る場合はリューターを使うと楽ですね。ただ削りすぎないように注意したいです。リューターがなくてもナイフで問題なく作業はできます。ただナイフだけだとちょっと削りにくいところもあるので、できれば両方使い分けるのがいいと思います。作業の途中で設定画と比較しながらさらに形状を出していきます。反対側も同じように削りますが、削る部分にマジックで色をつけておくと分かりやすくていいかもしれませんね。同じように削ったら次にパテを持っていきたいんですが、穴が開いてしまっているのでちょっと盛りづらいですね。今回は 0.2mm のプラペーパーを使用して蓋をします。これは厚みが薄くて曲面に追従するのですごく便利です。はい、これで穴が塞がりました。穴が塞がったら次にパテを持っていきます。エポキシパテは色の違う2つのパテ材を混ぜると効果が始まります。このタミヤのパテは1時間くらい経つとナイフで切削できるくらいの硬さになります。完全効果には6時間くらいかかるようです。盛り付けには昔はスパチュラとかを使っていたんですが、最近はこのポリプロピレン製の道具を使っています。盛り付け直後は食いつきが良いので指にもくっついてしまうんですが、水で指を濡らしながら作業すると効率が上がります。はい、とりあえずこんな感じで持ってみました。この状態で 1,2 時間硬化させます。硬化を待つ間、別の作業を行っていきます。今回腰を 5mm 延長します。腰のパーツを中間でカットしてプラ板を挟みます。カットに使うのはもちろんハイパーカットソー。はい、カット完了。腰パーツの幅を測ってそれより少し大きめにプラ板を切り出します。切り出せたらミスターセメント SP で貼り合わせてプラ板のブロックを作ります。こんな感じでいいでしょう。
腰を延長すると隙間が空いてしまうので、ふんどしの部分にプラバンを貼って隠します。はい、ここでさっき足に持ったパテが乾燥したみたいなので切削していきたいと思います。パテを持った面は結構荒れているので、ペンサンダーで表面を整えると作業がしやすくなると思います。ある程度整えたらナイフとスポンジやすりで形状を出していきます。はい、ほぼ形状が出せました。プラとパテの継ぎ目も丁寧にカンナ掛けで消していきます。この後パーツを洗った後サフを拭いて細かな傷をチェックしますが、その前にパネルラインを彫り直しておきます。はい、これで足の形状変更が終わりました。はい、続いて腰の延長の続きをやっていきましょう。腰の延長でできた隙間を隠すために、この部分もパーツを延長する加工をします。はい、これでほぼ隙間はなくなりました。今回はこれで OK ということにします。次に腰アーマーの加工を行います。パーツの厚みの表現が一部欠けている部分があります。これは結構目立つ部分なので、プラバンを貼って形状を整えておきます。接着剤が乾く間にもう一つ気になるところを直します。足の取り付け位置なんですが、かなり外側に取り付けられているので変更します。このパーツを1ミリ輪切りにして取り付けた時に足が内側に来るようにします。はい、このラインがつながるので自然な感じになりました。足の飾りパーツも先端の部分が少し分厚いですね。あとクリアランスもあまりないように感じます。ここも削って形状を変更します。足のパーツをまず削って、それに合わせて飾りパーツも削ります。ふんどしパーツですが、手前の方はあまりボリュームを出したくないので、一番手前が 0mm、一番奥が 3mm になるように削って調整します。側面のガタガタの部分はパテを持って形状を整えます。はい、ここまでの作業をまとめてみたいと思います。まずは足のサイドの部分の形状を変更。次にすねの部分もプラバンでボリュームアップしました。そしてアンクルガードの空間部分の形状を変更。この裾の部分も角度を変更して小型化しています。膝の横の飾り形状の変更。腰を 5mm 延長と足の取り付け位置の幅詰め。腰アーマーの取り付け位置も上に移動しているので、太ももの露出が多くなって足を延長してないんですが長く見せることができます。腰の延長で空いた隙間を埋めるためのふんどしパーツの形状変更。
腹部の外装パーツを延長。腰アーマーの厚みが省略されている部分をプラ板で追加。はい、だいたいこんな感じですね。次の動画では腕フレームの表現の追加、右肩のスラスターの再現、これはキットを流用する予定です。あとバックパックの再現ですね。さらにかかと部分の形状を再現していきます。はい、というわけで今回はここまでになります。次回回収編その2もお楽しみに。